こんにちは、お久しぶりです。もう2023年のうさぎ年になってしまいました。このところずっとご無沙汰していて申し訳ないんですけども、実はいろんなことがあって、世の中コロナがまだ収まりきらないでみんなもうやきもきして待ちきれなくて街に出てますけども、実は私も年も年だし、コロナにかかるとよくないなと怖いなと思って以前ワクチンを打ったんですけども、実は2回目のワクチンを打ってですね、翌日から全く匂いがなくなっちゃったんですね。嗅覚をやられました。だからワクチンの副反応っていうんですかね、だと思う。それしか考えられないんですけども急にありとあらゆる匂いがしなくなってですね、パタッとで驚いたんですけども、何ともしようがなくてそれ以来だからワクチンを打ってない状態が続いてるんですね。で、匂いがないっていうことは皆さんこう想像がつかないと思うんですけども、非常に変なもんなんですね。物を食べる時っていうのは、香りがあって味覚があってそれが一体になって美味しいとかまずいとかですねそういうのが分かるだと思うんですね。でそれ普段意識してないから、香りと味覚はもう一体のものなので分けられないからそれを味覚とひっくるめて言ってると思うんですけども匂いだけがなくなるとですね、非常に変なことが起きます。例えばコーヒー、私が大好きなんですけども、自分でも入れるんですけども、コーヒーの香りがないんですね。そうするとあれはですね、ただの変な言い方するとコーヒーという豆のスープなんですね。それで、色は分かるし味もするんですけども、匂いのない豆のスープを飲んでるっていうそういう感じなんですよ。それから典型的にカレーも好きで自分で作ったりするんですけどもカレーの匂いが全くしないとですね、これ何を食べてんだ、なんかこう黄色っぽい色のものなんだけど辛みはあるんだけどね、全然何を食べてるかこう気持ちが乗らないんですね。で、さらに驚くべきことはこれも不思議なんですけども、よく言われるように香りというのは、いろんな記憶を呼び戻す記憶を蘇らせるきっかけだって言うんですね。だからなんかこう春のこう花の香りがしてくると、ふるさとのことを思い出すとかですね、子供の頃のことを思い出すとか、お餅を焼く匂いがするとうちのおばあちゃんもとか、そういうふうにこう記憶が香りとつながっているというのはよく聞くんですけども、実際そうだと思うんですけども、実は匂いがしなくなるとですね、香りの記憶がゼロになるんです。でもこれも科学的におそらく立証されてないんじゃないかと、僕はそういうのをいろいろ探したんだけどどこにも出てないんですけども、だから今私勝手に話してますけど、コーヒーの香りがって言ってますけども、コーヒーっていうのはどういう匂いがしたかがわからないんです。もう覚えてないんですね、完璧に。でカレーもそうです。カレーの匂いがしないって平気で言ってますけど、じゃあカレーの匂いってどんな匂いだったのかって言われてもわからないんですね。なので実は匂いっていうのは記憶の中に記憶として留めておくことができないっていうことが分かったんですね。でそれでそれに慣れなきゃいけないって
っていうこと、それからもう一つは3回目のワクチンを打つとですね、一体何が起きるのか分かんないですね。だからそれができないっていうことで、なかなか出歩くことが難しくなってしまったんですけども、なぜそうなったのかはですね、未だに分かりません。お医者さんにも聞いたんですけども、全然分かんないですね。このワクチンの正体が分かんないからしょうがないんですけども、ただ一つ言えることは、実は私の祖母ですね、おばあさんが、匂いのない人だったんです。でいつもそれを言ってて、子供で冷やかしたいのは、おばあちゃんには匂いわかんないんだねとか言ってて、全く匂いがしない人で、うちの祖父がですね、秋も深まるとですね、下駄を履いて散歩に出るんですけれども、東京にはイチョウがいっぱいありますから、銀杏がいっぱい落ちてるんですね。でそれを下駄の葉で踏んで、種だけを出してですね、それを懐のハンカチの中に入れて、たくさん持って帰ってですね、でそれをおばあちゃんに渡して「あいいよ」って言うと、おばあちゃんはそれをきれいに洗いながら「私は匂いがしないからわからないけど、この仕事は大変なんだってね」ってのことを言ってたのを思い出すんですけども、その匂いのない体質の遺伝をですね、覚醒遺伝を引き起こしてしまったんじゃないかなっていうふうに考えてるんですね。でそれ以外にちょっと考えられないんで、そうするとですね、少し拡大解釈すると、ワクチンっていうのは実はいろんなところでいろんなことを引き起こしているような気がして仕方がないんですね。そんなことで、なかなかですね、料理をする気にもならない。料理っていうのはプロセスが香りのプロセスなんですよ。自分が何か炒めたりですね、煮たりしてても何がそこで起きてるのかがですね、目で見るしかできないっていう、そういう、すごくもどかしくて、美味しいものも美味しくなかったりですね、ちょっと困ってるんですけども、ただ鼻っていうのはですね、呼吸をするためにあるわけで、なきゃ困ると思うんだけど、それは口で呼吸すりゃいいんで、じゃあ鼻っていうのは呼吸以外に何の役に立つのかっていうと、鼻をかむくらいしか用がないんですね。だから私の場合には匂いもしないし、口で呼吸すればそれで済むし、鼻なんかいらないと思っているんだけど、とはいえね、鼻を取ってしまうとね、多分顔が間抜けな顔になるんでしょうがないなって無用の長物ですけど置いてあるんですけどね。いやでもいろんなことがあります。私もユニバーサルデザインっていうのをずっとやってるんですけれども、いろんな障害に対してね理解をし、そしてそれを支援していこうっていうのがありますけれども、視覚障害者とかですね聴覚障害者とかあるんですが五感のうちでもですね、嗅覚障害者っていうのがですねないんですねないっていうか、嗅覚障害に対する手当っていうのはないんですね。なんか味覚障害と嗅覚障害の人を集めて施設かなんか作ったら随分面白いことになるんじゃないかと思ってるんですけれども、なんかそういう手帳でもあって少しはサポートしてくれるといいなと思いながら、年を越してしまいました。いつどうなるか分かりませんけども、皆さんもくれぐれもお体に気をつけてうさぎ年をぴょんぴょんと乗り切ってください。以上です。ありがとうございますだ。